これでわかるイザベラ・デステ。政治家として芸術のパトロンとしてルネサンスの花と歌われました。ルネサンス時代は芸術で有名なのですが、それだけではなく政治的に混乱していた大変な時期でもあります。イタリアの小国とフランス、また神聖ローマ帝国などが絡み合って、昨日まで味方だったはずが今日は敵になったり、敵と思っていた国と同盟を組んだり。イザベラは冷静な目を持って自分が生まれたフェラーラと嫁いだ先マントバを守った優秀な政治家でした。ただ芸術家にとっては大変なモンスターパトロンだったようで、その政治家としての面とパトロンとしてのルネサンスの有名な画家たちとのやりとりなどをお話ししていきます。1474年、フェラーラ公エルコレ一世デステの娘として生まれる。母はナポリ王女エレオノーラ。当時フェラーラを治めていた名門貴族エステ家。ただ他のメディチ家やボルジア家に比べると中級の家柄でした。6人兄弟の長女で、幼い頃から高度な教育を受けていました。イザベラはとても優秀で、古典文学、政治、歴史、語学にも興味を持ち、また詩、美術や音楽など芸術が大好きでした。特に音楽が好きで、リュートの演奏を学んでいました。6歳の時、マントバ公の跡継ぎであるジャン・フランチェスコと婚約。6歳じゃ何もわかりません。ただ8歳年上のジャン・フランチェスコは武勇に優れていて、そこにイザベラは憧れを抱いていました。10年後の1490年、ジャン・フランチェスコはマントバ公に即位、フランチェスコ2世となり、イザベラは16歳で結婚しました。マントバ公国もフェラーラと同じような小国でした。周りにいるミラノやベネチアに飲み込まれないよううまく立ち回る政治が必要とされました。1493年、第一子エレオノーラが生まれ、その後2人の間には7人の子供が生まれています。フランス王シャルル8世がミラノ公国への権利を主張してきました。それによりイタリアは団結します。1495年、法王、ベネチア、ミラノ、マントバなど対フランス同盟が成立。フランチェスコは総司令官として加わりました。ここでは勝利を収めるのですが、後にまたフランスがミラノを攻め、今度はミラノ没落。ちなみにミラノにはイザベラの妹ベアトリーチェが嫁いでいました。1501年、イザベラの弟アルフォンソがローマ教皇アレクサンデル6世の娘ルクレッチア・ボルジアと結婚。これはルクレッチアの兄チェーザレ・ボルジアの提案でした。チェーザレは際限のない支配欲で領地をどんどん征服していたのですが、フェラーラに対しては妹を嫁がせて縁戚関係によって味方としてつないでおこうという作戦でした。最初エステ家はこの結婚に反対していました。なぜなら相手のルクレツィアにとっては3度目の結婚で、前の2人の夫は悲惨な末路になっていたためです。ボルジア家は暗殺疑惑などいろいろ謎の多い一家。そこら辺のチェーザレやルクレツィアの話はこちらのボルジア家の動画でご紹介してますので、よかったらこちらもご覧ください。エステ家は返答を引き延ばすも断ることはできず、結婚が決まってしまいました。その1年後、ルクレツィアとイザベラの夫フランチェスコ2世が不倫関係となります。ルクレツィアはイザベラとも仲良くしようとしましたが、イザベラは嫉妬するでも怒るでもなく、ただただ軽蔑して相手にしなかったそうです。1508年、ベネチア共和国が野心をあらわにしてきました。それに対しカンブレー同盟結成。法王ユリウス2世、フランス王ルイ12世、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン、フェラーラのアルフォンソ、マントバのフランチェスコなど、ベネチアに宣戦布告。ベネチア反撃します。翌年、フランチェスコ2世が敵の捕虜となってベネチアに幽閉されました。ベネチア軍がフェラーラに総攻撃を仕掛けてきました。そしてイザベラ活躍します。
彼女のマントバ市民からの信頼は厚く、みんなが彼女に続くことを承知しました。マントバ全軍を招集。市民に対しても国中が節約に努めることと、農民もいつでも武器を取れるようにしておくようにと言います。そしてなんとかマントバ侵入の一歩手前で守り抜きました。ただマントバの国庫は空っぽになりました。イザベラは国税を上げるのではなく、まず自分の宝石を売ったそうです。1510年、イザベラはベネチア、法王、フランス、ドイツと交渉し、夫の釈放に成功します。統治者としてその政治的才能は夫より有能で、また市民の間でも2人が対比されているのをフランチェスコが耳にし、その後夫婦仲は悪化しました。釈放後、フランチェスコは法王ユリウス2世によって教会軍の指揮官に任命されました。それが悪い結果に。今度は法王の相手はフランスに変わり、まず狙ったのがフランスと近い関係を結ぶフェラーラになります。イザベラの実家で弟のアルフォンソが治めていました。つまり自分の夫が弟を責めることに。そこでイザベラは医者を買収し、偽の診断書を書かせ、フランチェスコを戦線から外しました。結果はフェラーラを助けに来たフランス軍の勝ち。ただ夫婦の方はうまくいきませんでした。何も知らず戦線から外されていたフランチェスコは、それがイザベラによるものだったことを知り、ショックを受けます。そしてイザベラを国政から遠ざけようとしました。40歳になった彼女は長い間憧れていたローマに旅をします。芸術好きのイザベラにとって幸せな時間でした。ただ夫の命令で帰国。その夫フランチェスコが1519年梅毒により亡くなります。息子がフェデリーコ2世として即位。この時45歳のイザベラはマントバ公国の摂政になります。建築、農業、産業などを学び、ニッコロ・マキャベリの君主論を規範とし政治を行っていきます。1526年51歳の時、マントバを離れて再びローマへ。皇帝側枢機卿のコロンナ宮廷を宿舎として提供されました。翌年、ローマの略奪。カール5世の皇帝軍がローマを征服・略奪しました。息子であるマントバ公フェデリーコ2世がローマ皇帝寄りだったために、イザベラの邸宅は皇帝軍による破壊から免れていました。そのコロンナ宮殿を避難民収容所に転用し、皇帝軍から逃れてきた人たちを迎え入れました。これは同情心からではなく、公女として生まれた者は公女として生き続けるという考えのもと行ったようです。ただこれは容易なことではありませんでした。避難してくる人たちは増え続け、合わせて3000人ほどになります。イザベラの集めた食料も底をついてきます。ルネサンス一大中心地であったローマは廃墟と化して、もうイザベラの憧れの都ではなくなってしまいました。略奪が沈静化し、ローマが安定し始めた頃、イザベラはマントバへと戻りました。晩年のイザベラはマントバを文化の中心都市にするため、女学校の創設やマントバの邸宅を美術館として開放するなどしています。1539年64歳の時、この世を去る。こちらの絵をご覧ください。レオナルド・ダ・ヴィンチ作イザベラの肖像画。イザベラは芸術のパトロンとしても知られています。ミラノ宮殿没落後の1499年、レオナルド・ダ・ヴィンチがミラノからベネチアに行く際、マントバに寄りました。その時、自らイザベラのことを書いているのですが、普段着で髪も下げたまま、宝石も何も身につけてない姿でした。イザベラは本格的な肖像画を描いてほしかったのですが、マントバにいる時間も少なく応じてもらえませんでした。その後も何度もレオナルドに手紙を書くも放っておかれました。またイザベラは立派な書斎を作ってそこを絵で埋めようとしました。一部はすでにマントバ公国の宮廷画家アンドレア・マンテーニャに依頼していました。他の部分を別の画家たちに依頼します。
まずベッリーニ。ですが、なんと彼は5年間も放置しました。頭金を支払うと、その後書いていると言いながらずるずる引き延ばし作戦。なぜやる気が出なかったかというと、イザベラの絵に対する注文が細かすぎて、作品としても出来上がってしまっていたためでした。ベッリーニに宛てた注文書は失われていますが、他の画家に送られていたものの抜粋がこちら。あなたにぜひ書いていただきたい私の詩的な着想は、低層都市記憶の戦い、つまりヴェヌスとクピトに対して勇敢に戦っているパラスとディアナの図です。パラスはクピトをほとんど任してしまっていて、彼の金の矢を折り、銀の矢を踏みつけて片方の手でクピトの目隠しをつかみ、もう片方の手で槍を振りかざし、クピトを傷つけようとしている状態で描いてください。また、ヴェヌスと戦うディアナはもう勝ったも同然で、ヴェヌスはその肌を、あるいはその冠と鼻輪を、あるいは彼女が身につけているわずかなベールをディアナに攻撃されています。ディアナの方もヴェヌスの持つ松明で衣服を燃やされていますが、2人の体の他の箇所はどこも傷ついていない状態で描いてください。この神々の後ろにはパラスとディアナに付き添う純潔な妊婦たちをあなたが好ましいと考える様々なポーズで描いてください。ユダのクピトたちは最初に述べたクピトたちよりも小さく、銀の矢も金の矢も携えていませんが、木や鉄など弓矢を持った姿で描いてください。これらの詳細について小さなドローイングを同封しました。言葉での説明と絵による説明で私の望むものがより正確にお分かりでしょう。これでもまだ短い方のようです。ルネッサンスのこの時期、画家たちの地位は上がってきていたので、パトロンの注文といえども画家の個性やセンスを殺してしまう絵画は画家たちのプライドが許せません。ただ、もっと無茶ぶりだったのにもかかわらず描いてもらえたのがこちらの絵。ティツィアーノ作イザベラ・デステの肖像。なんとこの絵が描かれたのはイザベラ60歳くらいの時。最初に描いた年相応の絵は却下になり、この絵ができたそうです。まるで10代にも見える作品。かなりの無茶ぶりですね。ただこの表情からは冷静に時代を駆け抜けてきた彼女の強さを感じます。書斎の入り口に飾られていた彼女のモットー、夢もなく恐れもなく。この言葉はその時々の変わりゆく政治情勢に冷静に対応したイザベラを表しているように思います。芸術家にとっては大変なモンスターパトロン、マントバの市民にとっては優れた統治者のイザベラ・デステ。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。